どうも、田舎もんです。いやー、マジで冬本番になってきましたね。薪ストーブがついててよかったですよ、本当に。相変わらずね、隙間風はひどくて、薪ストーブの前じゃないと結構寒いっていう現状はあるんですけども、前回まで、こういった感じで新しくね、壁を張り替えて、薪ストーブを設置するっていう感じで作業を進めていってました。いろいろとね、いつも通り失敗しながら、露壁もなんだかちょっと微妙な感じになっちゃったんですけども、とりあえずこれでね、安心して火をつけれるので、朝食もですね、ちょっとこだわって、パンを焼いてみたりなんかしたりしてね、ちょっとだけね、生活の質が上がったかなっていう感じなんですよね。熱っ。そしていつもね、あったかいお湯とあったかいコーヒーがあるっていうだけでね、それだけでも本当にね、幸せだなってね、つくづく思うわけですよ。ただ、ひたすらね、薪を消費してるだけじゃ来年、再来年困ってきますんで、またね、地元の先輩であるマーチーさんと一緒にいつもの山にね、薪拾いに行ってきました。山道を登り続けること40分、ようやくね、宝の山へやってきました。唯一ね、ちょっと車まで遠いんでね、薪を運ぶのが大変なんですけども、贅沢は言ってられないですよね。そしてこの木がちょっと面白くてね、カゴの木っていうらしいんですけど、はじめね、入れ物のカゴかなと思ってたら、鹿の子供の木と書いてカゴの木というらしいですね。そう言われてみれば確かにね、模様がそれっぽいですよね。こうやって切り株からね、出てきた新芽も紅葉してるって本当美しいですよね。で、一瞬ね、ピクニック気分になりましたけど、本来の目的を忘れてました。いいよ。切ったはええけど運べやんな、こんな。いや、ここで切らなあかん。せやな、切らないかんな、これは。ここでも切らなあかん。いい薪ですね。この模様が面白いですね、なんかね。マジが座ってる方なんかもみじみたいなマーク。儲かりましたね。もう一発。ということで家に持ち帰ってきて薪をね運んでるんですけども、ようこんなん山から下ろしたなっちゅうぐらい重たくてね、もう持ち上げれないものはひたすら転がして運ぶっていう感じですね。でとりあえずね、あんまり地べたには置きたくないんで、なるべく地面から浮かしてね、バーッと置いていってますね。なんだかんだ1年ぐらいね、この家触ってますけども、気がついたらこんな感じで、それなりに形になってきたなと。庭だけですけどね、ちょっと考えにふけってるって感じですね。相変わらずね、薪割り台はこんなグラグラなやつでやってるんですけどね、割れんことはないですね。そしてこのネバっとしたね、この曲線美、めっちゃ美しいですよね。で、割った薪はとりあえずですね、以前作ったこの無駄に立派な薪棚、結局ね、これ4万ぐらいかかってるっていうね、代物なんですけども、ここへ積んでいくんですけども、当然のことながら乾いた薪がどんどんね、下へ埋もれていくわけですよ。で結構いっぱいになってきましたんで、使いにくいと。ということで、こちらを片付けて、ここにね、新しく薪置き場を作った方がいろいろ使いやすいなと思いまして、一回積み上げましたが、こちらを片付けていこうかなというふうに思います。こんな感じでひたすらに切りまくって、あとは割るだけっていう状態にしておきました。で、なかなか作業する日もね、取れなかったりするんで、一旦仮置き場をこういう感じで作りまして、以前ね、人にもらったこのブロックですね。このブロックと床下から出てきた半分シロアリに食われた丸太ですね。これも処分に困ってたんでね、この2つを組み合わせて、簡易的な仮置き場ですね、を作っておきました。
で、薪置き場にしようとしてるところがちょっとね、地面の傾斜が良くなかったんで、軽く整地してあげてます。なんだかんだでまた薪が増えたりしてね、こんな感じで散らかってるんですけども、軽く防草シートを敷いてあげて、ちょっとでもね、手入れを楽にしたいなと。本当に夏はしんどかったですからね。考えてみたらね、初っ端に作った巻き棚が一番立派で、その次に作った巻き棚が、余り物のパレットを使って一応屋根もついてて、だんだんとランクダウンしていってる感はあるんですけどね。普通逆やろって感じなんですけどね。でも結構ね、田舎暮らしの現実ってこういうとこあるんじゃないかなと思いますよ。いろいろとね、必要に迫られてやるってことが多いんで、その場しのぎでやっちゃうってことは結構あったりしますよね。で、そうこうしてたらですね、近所の方からちょっと庭木を切ってほしいっていう風に言われまして、なるべくね、スムーズに作業をしたいので、チェーンソーの刃をね、一応研いでから向かってきました。で、いただいてきた薪はですね、ツゲの木だそうですね、これ。昔は紙を溶かす櫛ですね、ツゲ櫛であったりとか、将棋の駒になったりとかね、かなりね、しっかりした薪の一種みたいですね。ただ、庭を片付けてるはずなのに、どんどん散らかっていくっていうね、この現状にちょっと頭が混乱してるんですけども、一個一個これも小さく切って片付けていくしかないなと思ってるとこですね。もうひたすらね、玉切りして薪割りをしていくっていう流れですね。この割った後にね、匂いを嗅ぐのは僕だけですかね。それぞれ匂いがあって結構面白いんですよね。で、さっきからね、このグラグラしてる薪割り台。もうね、2年か3年ぐらいの付き合いなんですけどね、もうそろそろお別れかなっていう感じがしてきました。やっぱりね、こういうグラグラしてると力がね、しっかり伝わってない感じがして、本当にね、無駄な労力が発生してるなっていう感じですよね。そうこう言いながらですけども、なんとかね、これぐらいは割ることができました。ちなみにですけども、ツゲの木割ってみるとこんな感じでね、めっちゃ綺麗なんですよね。薪としてね、燃やしてしまうのはもったいない気がしてきましたよね。で、カシの木なんですけどね、こういう穴がね、いっぱい開いてて、ちょっと虫嫌いな人はね、10秒ぐらい早送りしてほしいんですけども、ちっちゃな幼虫がね、いっぱい出てくるんですよね。で、多分これね、キクイムシの幼虫だと思うんですけども、ちょっとこれは厄介ですよね。で、グラグラなね、薪割り台はちょっと使いにくいなということで、せっかくね、カシの木のこの立派なね、でっかいのが出てきたんで、これをね、薪割り台として使ってみようかなと。若干ね、低いなっていう気はするんですけども、でもそれでもね、前の薪割り台に比べたら全然安定感が違いますね。で安定感もそうだし、やっぱ広いんで、斧も大きいのを使ってるので、こうミスヒットする恐れを持たずに、斧を振り下ろせるっていう点でも、全然ね、割りやすさが違いますね。この木はね、冒頭の方で紹介したカゴの木ですね。結構硬い木の部類だとは思うんですけどね。まだやっぱり木が湿ってるのかして結構割りやすい方ですね。で、割ってみるとね、こんな感じで独特の輝きがあって、すごい綺麗なんですよね。こんな感じでね、編集の力もありますけども、薪割り台のおかげなのか、めちゃくちゃよく割れてね、この日は作業がめっちゃはかどりました。で、薪棚をね、整理してたら、こんな木が出てきて、この木何かっていうとですね、この薪置き場の真横に生えていた木なんですよね。
で、ちょうど1年ぐらい前かな。これをマーシーさんに手伝ってもらって切り倒したんですよね。で、当時ね、来年はこれで暖を取れたらいいな、みたいな話をしてたんですけども、どうやらそれがね、現実になる時が来たようです。作業を終えてね、薪ストーブを開けてみると、いい感じでね、置き火が残ってました。これだったらね、すぐ火がつくでしょうね。この木を切った時はね、まだ家を買ったばっかりで、本当にいろんな期待とか不安とかあったっていうね、そういった気持ちが蘇るっていうのは、薪ストーブのね、また一つ面白いとこだなっていうふうに思いますよね。そんなね、当時のことを思い返しながら、こうやって火を見つめてるとね、平気でね、10分15分経ってるっていうのがね、マジでこの薪ストーブの魔力ですよね。いや、自然とね、時間がさーっと流れていっちゃいますよね。思い出にふけていてもね、腹は減るのでね、ちょっと料理でもしてみようかなという感じですね。この完全にね、お弁当サイズのダッチオーブンにお買い得のもも肉を詰め込みまして、薪ストーブの方の火力をね、ちょっと調整してあげて、この中にね、ダッチオーブンごと突っ込んでいきます。皮の面からだいたいこれね、5分ぐらいで一発目焼いてきましたね。結構いいかも。もう完全に焦がしてしまったかなとね、一瞬焦りましたが、結構いい感じで焼けてましたね。で、反対側も軽くね、焼いていきます。ちょっと容量悪いかもですけどね、一回チキン出して野菜入れて、その上にもう一回チキン置くっていう感じでね、野菜に熱を通していきます。蓋閉まらないんですけどね、これちょっとご愛嬌って感じで。ちょっと火力が弱まってきたんでね、杉の木を2本ぐらい足してあげて、野菜に熱を通していきます。ついとる。なんかちょっと微妙やな。ブニブニになった。パリッといってない。ちょっとね、鶏の皮のパリパリ感がなくなっちゃってね、ブニッとしちゃって、ちょっとこれは失敗だったなって感じですけどね。でもこれ絶対まずいはずがないんでね。めっちゃうまい。まずいはずがないの。皮ちょっと失敗な。野菜がめっちゃうまい。あまりの美味しさにね、ずっと立ち食いしてたんですけどね、ちょっと行儀悪いなと思ってね、いつもの定位置に帰ってきました。で、夜に備えてね、ちょっと大きめの薪を足してあげて、ゆっくりとね、食事を楽しもうと思います。ちょっと明かりも暗いですしね、一人でご飯食べてるとね、寂しい光景に見えるかもわかんないですけどね、当の本人はさっきまで結構寒さにブルブルしてたのにね、こんだけあったかい環境であったかいご飯食べれて、甘い野菜食べれて、ほんと幸せやなっていう、その一心ですね、本当に。いろんな幸せがありますけども、何かと比べて得られる幸せよりも、自分の心が直感的に感じる幸せ、僕はなんかそれを絶対的な幸せって頭の中でいつも考えてるんですけど、そういったものを感じられる瞬間をいかに人生の中で増やすか、やっぱそれが大事なんかなってことをね、再認識した夜でしたね。ということでね、今回も最後までご覧いただきましてね、本当に感謝です。今年もね、残すところあとわずかということでね、本当に、ここの家をね、いじり始めてね、だいたいこれでね、1年ちょっと経ったわけなんでね、またなんか総集編みたいなのをね、作ろうかなとは思ってるんですけどね、年内もう一本それをね、出せるかどうかっていうところですね。僕のことなんでね、あまり期待はせずにお待ちいただけたら嬉しいかなとは思いますけどね。
そしてこれね、前回動画のコメントでね、なんかこの冷蔵庫は一体どないなっとんねやっていう話が結構あったんで、細かい説明はもう入れてないですけども、こんな感じで、雑多なものが詰め込まれてるという、そういった物入れに、ね、なっているんですね。これは裁縫箱ですね。そんなことを言いながらですね、この動画も今回締めくくりたいと思います。ありがとうございました。